で、じゃあ今度はですね、チッチさんのお道具箱全体をよっいただいて、博士がもしなんか気になったものがあれば、まずそれをピックアップしてもらうか。まあね、こういろいろ出てきて、まあ、さっきのそのチューニングキーもあるし、あとはミュートですね。これなんか最近よく見かけるこれね、ドラムタタコね。タコは赤黒と、これ僕も真っ黒クロスケ。あとはやっぱ絶対僕らの現場で必要なのがこれですね。革手袋。ゴムっぽいやつとかシリコンっぽい合成皮革のやつを使ってたりする人ももちろんいて、それも別にいいんだけど、手のひらのそのパターンがね、蜂の巣みたいなハニカムのパターンがついてて、それがねペッてスタンドをついた時に、掴んだ時にスタンドに移っちゃうんだよね、シンバルとか、それがすごく特にシンバルに移るのが嫌で、でこれちょっとまだ新品に近いんですけど、こういうのを使ってます。これだともうシンバル乗ったまんま、ライドとか乗ったまんまちょっと低くしてとかっていう時に、いきなりやつでゴンって言ってもこれで守れるっていう、結構分厚めのあれですね。中にはこの手袋しないで素手のまんまやる人もいっぱいいるの。でいっぱいいるんだけども、俺はもう俺の周りのテックはみんな革手ないと嫌だっていう人が多くて、でこれからだから朝機材を下ろす時に革手どこに入れたか分かんなくて革手がないっつって作業できないみたいな。手袋をする意味は手の保護と機材の保護です。さっき言ってたシンバルとかに跡つかないようにもあるし、なんか運搬とかしてる時に手を挟んだりとか。そうね、意外に手を痛めることが多いんですよ。なので僕は下手するとドラムセットをトラックからケースで下ろしてパッケージ開けて組んで全部組み終わるまでずっと手袋がしっぱなし、組み終わって、普通のコンサートの場合は9時から下ろしてでいろいろ照明だなんだかんだってやってステージに楽器乗っけてその電源とかいろいろ組んで、よしこれで出来上がったよ、あとチューニングする微調整だけっていうのでだいたい9時から始まってお昼ぐらいなんですよ。だから午前中いっぱいずっと革手はしてます。ドラムテックローディーだけども他のセクションのことも手伝ったりするじゃないですか。そうするとこう重たい PA 機材だったり照明機材運んだりするときにこれはすごく楽器を守るために革手をすることもあるし、逆に楽器を守るために革手を外すこともある。ギターのネックをそのまま持ってやるときにはこれは絶対外します。素手で触るものに関しては素手でやるかな。ちなみに革手つけてたらこいつ知ってるなみたいな手袋あるんですよそれはいやだから何でもあるじゃないですか、道具作ってたらあるね分かってるなお前っていうね。だからこのねトンボレスキュー、トンボっていう会社があって、ここは昔から照明さんがよく使ってるメーカーなんですよ。でそのオール豚側もしくは牛側のやつで、これ一足これだけで2000円ぐらいするんですよ。ガッファーテープっていうスパイクテープって言って、ハリウッドなんかで映画を撮るときに立ち位置を示すバミリ用のテープ、ここにこうペッタルとここに立ってくださいみたいなテープなんですけども、お客さんからじゃ見えないですもんね。ステージ上って結構いろいろテープが貼ってあったり。そうだからドラムセットのバミリなんかもこれで、僕はドラムのこう見るとこの外側のバミリ、シンバルスタンドとかキックの足とかのバミリは床と同じ色にするんですよ。黒なら黒、そこの上に20インチライドとかっていう書いてペッてこれを貼る。でドラマー側で椅子があってキックとペダルハイハットがあってっていうところはこれで全部
分かりやすくファミリーます。裏方屋っていうサイトがありまして。裏方や初めて聞いた。あ、そう全然僕普通にアマゾンとかで買っちゃうから。絶対に買っちゃうから。楽しい、それ。楽しいんだよ。で正面屋さんのがメインなんだけど、その革手とか、これもそうなんだけど、ガッファーテープとかも、これ一番細いやつなんだけど、バイネスとかこうぶっといやつとかも売ってて、で電池とかも売ってるし、そうそう、裏方やってのはちょっと面白いです。いろいろトランシーバーのホルダーとかね、売ってるんです。これは革の歯切れ、なんですけども、たまにギターとかをいじったりする時があるので、ギターのボディ用にこうボディを引いてネックをスタンドを置いてっていう、ドラムの楽器の下敷きですね。これは別にそんなにあれなんで、この辺にポイッとして、クロスが3つあって、これは赤は基本的にはポリッシャーとかクリーナー系を染み込まして使うやつで、これは空拭きで、これは油物をやる。ついてる。そうコンビニでね、中年リム組土田義則ってちゃんと書いてある。かわいいでしょ。ボルトとかね。そう、ボルトとかね、こうクリ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 。中年じゃんだって。そんなに笑う。面白い。よかった。博士がこんな笑ってるのなかなか見れないよ、みんな。で、何でも切れるハサミ、何でも切れるカッター。これ普通のカッターに見えるでしょ。左利き用なんですよ。僕左利きなんで、右の人だとこっち側にこのネジがついてる。左利き用なんです。本当だ、シェイプが完全に左利き用。そう。で、これ左利き用の刃があるんです。刃も裏表あるんですかね。そう、裏表あるんですよ。そう。あとはメジャーね。メジャー、あとは夜光テープ、蓄光テープ。あると便利ですね。そう。これはね、結構便利。これは買おう。イヤモニを使ってて、手元にちっちゃいミキサーがあるときに、フェーダーの上に蓄光テープピッてあって、そのフェーダーの横の線をマジックでピッて書いてあげると、暗闇の中でも合わせられるから、これなんだってか。チューニングロック。あんまり四角いやつはどこなんですか。これわかんない。これもね、これ玉ですよね。玉。これなんかあんまり見ない。これね、海外の楽器屋さんでチューニングロック買うとこれになって、一時期これがいっぱいうちにあって、でいろんな若い子がなんすかそれってパールのやつとかも玉のやつね。そうですね。こんな四角いこの雑なやつね。雑だよこれ本当に。なんで真ん中に穴開いてないんだろうって思うわけ。そしたらこれリムとね、テンションボルトの距離でこういろいろ付け方を変えると、そのリムからテンションボルトの格闘ボルトの距離が違うわけですよ。こう距離があるやつはこうちっちゃいのはこうっていうふうに当て方を変えるといろんな状況でそう使えるっていう形なんですね。でも穴の開いてる位置は一定じゃないです。であとはこういうちっちゃいペンチ。あとこれは合い口って言って、基板に抵抗とかはんだした余分な足をこう切るやつなんだけど、僕はこれは切れたスナッピーをパチッて便利ですね。そうバンっていってこう叩いてる途中でスナッピーが切れて、それがスネアのボトムのマイクに当たってガラ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 言ってたりとかする時があるから、なんかノイズってるよスネアって言ってって言って下見るとスネアのスナッピーがこうビヨヨンビヨヨンって1本だけ本番に叩いてる最中にこうやって潜ってヘッて引っ張ってこれでパチッしてポイッつってドライバーこれが一番いいです。シェルの中に手を入れて、普通の大きいドライバーもあるんですけど、そうか確かにそうですね。そう、フロアとかね、はいいんだけど、遠いインチとかのタムとかだと手も大きいし
通のこういうドライバーだとそうですね。もうどうにもなんないから、うんうんうんこのちっちゃいだるまドライバーっていうのがこれもピットになっててプラスとマイナス変えられるようになってて、あ、しかもこの工具箱の中での場所取らなくて取らなくていいんですこれすぐで。こっちのマイナスはたまにねソナーのチューニングになりますトルクが稼げるからいけるというでまあこれが普通の、これ今っていうか結構10年ぐらい前から日本のテックさんみんなこれです。いろんなサイズのプラスとマイナス、これはプラスとマイナスだけなんだけど3種類ずつ大中小って入ってて、でラチェットになってるやつもあるし、六角が入ってるやつもあるし、トルクスになってるやつもあるから、最近エフェクターとかの裏ネジもトルクスになってることが多いので、あとはこれね、これはイヤモニです。あ、イヤモニ。イヤモニ。須山補聴器のフィットイヤー普通のですね。これはないと困ります。そうですね。一応知らない方のためにテックさんがイヤモニが必要な理由って、まあドラマーと同じモニター環境を聞く。でそれに合わせてドラマーの手元にそのクリックとその2ミックスとドラムボーカルみたいな感じで返ってきてるんですけども、それをドラマと同じミックスバランスで聴いて、ドラマってのはまあとにかく両手両足塞がってるわけですよね。常に2ミックス上げてとか、卓にコンプがついてればもうちょっとコンプスレッショルド上げてとかってそういうことをやるために、それをやるとこう自分でどう変わるのかっていうのも分かってないとダメなので、通過になってくるとほとんど僕がずっとミックスしてるみたいなこともあって、この曲はバラードだからクリック下げてとかピアノ上げてとか、その現場によってその大きいミキサー使ったりとかできるところもあるし、ちっちゃい本当にステレオ2チャンモノラル2チャンみたいな、モノラル1チャン目にクリック、2チャン目にボーカル、ステレオチャンネル1つ目に、バンドミックス、ドラム以外が入ってる。で最後のステレオチャンネルにドラムのミックスっていう感じにするとちょうどバランスが取りやすい。それを全部聞くためにあるのと、あとはオンステージで、まあ、舞台監督さんとかからいろいろ業務連絡が来るんですよ。それでこう使ったりとか、僕とモニターの間にマイクが1本あって、2ミックスの中のベースちょっと下げてとかっていうことを言ったりとかするときに、外に声が出ない状態でイヤモニでできるっていうのはすごく楽ですよね。普段皆さんがこうコンサートを楽しんでる間にステージ裏では結構いろんなやり取りしてる。矢沢永吉さんのツアーでは、下手と上手と僕が後ろにいるセンターがいて、その3人はマイクではなくってチャットでつながってるんですよ。チャットでつながってて、モニターの注文だったりとか、なんかトラブルあった時とか、あとはその日のアンコールの曲順だったりとかっていうのがパンパンって飛んでくる。あとは今晩何食べ行くとか仕事中にアンコールの曲ってその場で決まるんですか？そうです。まあそれをずっと同じセットリストでやる人ももちろんいるし、でアンコール今日はどうしますっていう人もいるし、それはもう様々ですね。だからアンコールというかセットリストって、まあ本編が20曲あってアンコールが2曲ないし3曲って言ったら、それ以外に大体まあ 3,4 曲ぐらいは持って回ってたりするんで、例えば大阪城ホール 2day だったらバラードを入れ替えたりとか、オープニングの曲入れ替えたりとかっていうのはいろんなアーティストはみんな普通にやってるので、そのいわゆるみんなが聴くセットリストの他の中に予備曲というかスイッチ曲っていうのが 3,4 曲多い時は10曲くらいあって、スタンコールこれいきますあれいきますっていうのが僕って言ったんだけど、っていう時のための通信手段としてもこれすごく大事です。はい、道具に戻ります。これね、お掃除。なんか不思議な組み合わせですね。これね、ギター用なんですよ。弦が張ってあって、ね、ピックアップのその弦の下をこうスイスイやるって。で、僕はこれは、リムのとこ、こういうところをやったりとか、ペダルの下
たまるじゃないですか。そうですね。でこっち側は油物は絶対触らないようにして、ミキサーとか、今だと牧原紀之さんのツアーで V ドラムとか、もう機械がこっち側にいっぱいあるんですよ。そのつまみのところをこう掃除して、あとはじゃああとこれかな。これはフラッシュライト、青いんですよ色が。これはなんで青いかっていうと、ステージの地明かりっていうのはこの色なんですね。7%とかでいう色なのかな。78番っていうセロハンを使って、でこれを外すと生の色になる。これはマジモンの FBI で使ってるこういうやつですね。こういうやつでマジで FBI のフーバービルドの物販あるんですよ、お土産屋さんが。ほら日本だと国会でもあるじゃない。ありますね、そういうやつだ。ワシントン DC 行った時に FBI があんじゃんって言って入れるのかなって言ったら、じゃあ聞いてみようかって言って、その守衛みたいな人がいるわけですよ。入れんのって言ったら、あ、お土産屋さんあるよって言ってで FBI って書いたマグカップとかアイアムボスとかって書いてあったやつを買って、そしたらこれがあったんで、これかっこよくねって必要品として言って、いやこれ高そう。本当にみんな使ってるシュアファイヤーっていうタクティカルグッズとして本当に米軍で使ってる、20年近く使ってるけど1回も壊れてない。電池以外、電池と弾以外は1回も壊れてる。だから本当に向けるとやばいんですよ。目つぶれるぐらいの威力があります。これね、あとね、これはタックラベルって言って、こういうのやっぱみんな喜ぶんだよね、見せるとね。バミリ用です。スタンドに、僕はドラマー側から見て、左からシンバルは ABCD って言ってやっていくんだけど、その ABCD ってやってると A がどんどんなくなっていくっていうことに気がついて、最近はG ぐらいから始まったりとかして、でシンバルは、僕はね、シンバルは黄色、でドラムは赤、で電気物は白っていう風に分けてやってます。こっちの外人が好きそうな蛍光色のこういう色のやつもあったりなんかして確かにね、前半の方がないっていう。そう、前半がないんだ。そうなんですよ。前半がない病にかかってます。でこれはポリッシュ、久しぶりに見た。何でもいいんですけどね、ドラムシェル結構ピカピカになるやつですね。そう。でこれが六角レンチ。2つある。なんで2つあるんですか。そうです。インチとミリです。これは何かというならば、普通の工具。これもこれで精密ドライバーだったりとか、ちっちゃい六角だったりとか、こっちにもあるんだけど、なんか頻度がそんななければこっちにあるそう安心みたいな。ギターをいじらなきゃいけないときにこっち使う。よいしょ。ごめんなさい。この辺もそうですけど、ギターも触ってないと触れない、出会わない道具があります、ね。そう。全然見たことなかった。そう。これなんかもね、何するんですかって。マドラー。これはここによいしょ入ってるんだけど、ドラムグリスをすくってちょ塗るように。ここにはこういうのが入ってます。ここにもチューニングロックが入って、ここはスナッピーベルトとか、これマジックとかお守りとかいろんなものが、あと意外にこう歯ブラシとかね、これもペダルの掃除に使うやつだったりとか、こういろんなものが雑多に入ってます。でこういうのを貼るときにこういうのがネチネチやるわけですよ。でこれは何かというならば、はい、ドラムのフロントヘッドの穴開け用で、こういうふうに、これサカナクションの開けたやつなんですけど
なんでこれの穴開けたこれを持ってるかというと、これ6インチなんですね。で PA の人がこのマイクが入るぐらい開けてって言って、何インチって言っても分かんないので、これぐらいっていうためのコミュニケーション用にこれで入るって言うと、これにマイクを当てると、あ、入る、中のバウンダリー用の四角いマイク、91とかね、入る、じゃあこれにしようっつって言って、いう証拠用に。でこれが左用のカッターの本当に左って書いてある。左って書いてある。確かにそうか。あとこうラジペンとプライヤー、このプライヤーはナイロンがついてる。ナイロンがついてて、その傷をつかないようになってます。これも良さそうですね。これもいいです。こういう細いラジオピンチのラジオさらにで、これバネが入っててこうやってるっていう。こういうのはなんだろう、ベアリングとかのロックのね、外すときに使ったりとかする。これがあれだ、ボックスレンチ。ラグのネジだったりとかそういうのをやったり、サイズ感も使いやすそうですね。使いやすそう。これね、よくちっちゃいハンマー、コンと叩いてネジを出すときに使います。この利光が作ってくれたフロアタムレッグのメモリー、3D プリンターで作ってくれたやつが入ってる。で何用の太さなんですか？これラディック。松本隆さんのドラムセットに使うのに作ってくれたの。未だに向こうにくっついてるけど、この古い缶は何が入ってるかというと、これね、電池とほら一応チューナーとか入ってるんだよね。で接点復活剤ね。そうとっさの時のチューナーが本当にステージ用の機材ですね。ぐらいかな。久しぶりに。であとはよいしょ、こういう下敷き、カッターマット的なね、カッターマット的な、ほとんど使ってないですけど、久しぶりにこんなに出しました。自分でも分かってないものがいっぱい入ってて、どうですか？人の工具箱って面白いですね。面白いよね。面白いですね。今年なんか一時期輸入止まってたけど今あるんですかね？今ある。この間秋葉原のなんだっけ、ドラステ行ったらあった。ありました。一応持ってるからそうそう大丈夫なんだ。結構これみんな知らなくて、これをね出すとみんなね、おーっておーって言うほどのものっていう。そう。多分一緒ですね。一緒。この工具箱自体もこう紹介してあげたらね。これね。これはペリカンケースって言って、今もうすごい楽器ワールドツアーとかみんなこれでギターとかラックとかもあるから運べるんだけど、この1400ってのが一番この大きさがポピュラーな大きさですね。ローディーたちの片付けのシーンって見ることないですけどね。そうだね。もう工具箱自体はね見かけることはあっても本番中に片付けてます。大体もうアンコール最後の曲みたいな、今日はどうもありがとうとかってバーって最後のアウトロルバートみたいなところとかみんなでこうやって片付けて誰も聞いちゃいないっていうで持って包み込んで、結構だからこれあれですね、真面目な話、ツアー中によくトレーニングで使ってます。椅子の上に膝を立ててこうやって置いて当ててこういうトレーニングちょうどいい。10キロないから8キロぐらいちょうどいいっていう感じでした。ありがとうございました。はい、質問はこちらまで。コメントに質問とか来るかもしれないですね。もう全然答えますよ。はい。かぶってるものも多いんです
けど、僕まあちょっとソフトケース的なソフトケース的なこっちツッチーさん的なやつはここの辺に入ってて、ねまあこれも僕はツアーとかのライブのとかはやらないので、録音の時そうだねに使うっていうなんかもっと細々したものっていう。これこうね、この片付けてない感が出るのがすごいんですけど、ジェルミュートはなくなるからね新品がいくつかあってエヴァンスのエヴァンスのこれも結構ね使うよね。まああるといいですね。でもアクエリアのハルケーノにこれもミュートなんだ。T タブっていうペッて剥がして剥がして貼る。バンドエイドみたいな。そういうことですね。なるほどね。初めて見ました。なんかキックとかにちょっとこう浮かして貼ったりとか。どっちかっていうとこれぺったりしちゃいますね。でなんかその上とかになんかさらにジェル貼ってガムテで留めてみたりとかっていうなんかまあ別にあった下地みたいな感じ。そういう感じですね。でもマストじゃない。なんかその手のやつですね。これなるほどね。ドットがやっぱまあねこれねスラップクラッツ。なんか中に隠れたこれどこから来たんだろうってやつもわかる。そう。あとこれはあれなんかで見せましたっけこれソナーのヴィンテージの懐かしいねこれね。外付けリムにペコってはめてね。そうですそうです。それが多分ハイテックとかのやつでこの辺がシグネチャーかな。やっぱでもこれは効くよね。効きますね。フロアの裏とかいいよね。ほんとジェルミュートだらけなんですね。本当にねジェルミュートだけになるよね。ジェルミュートだしあとはそんなねこれもまたジェルミュートタッチジェルミュートこれはどこだっけベータですね。ベータ僕なんかこのちっちゃいジェルミュートをモニタースピーカーとかあるじゃないですかにペッて貼るんですよ。何するんだろうと思うでしょ。ここにペッてセットリスト貼るやるでしょ。そうだから片すとセットリストにジェルミュート書いてたりするないなと思ったないなと。あとこの辺新パッドね。これをね矢沢さんの武道館の時にカメラクルーが気に入っちゃって三脚の足の下にこれ敷くわけ。そうするとブレがちょっと減るのよ。ドラムライザーってありますねすごい動くじゃない。でみんなすごいそれが苦労しててなんかいいのないですかねって言ってて、最初はパールのボーリング、赤いやつ赤いやつね、もっとクッション効くやつ。そうあれがあったんだけど、あれ結局真ん中が空いてるから、スタンドの足の先はやっぱりライザーに設置しちゃうんだよ、で設置しないやつがいいって言って、でこのいわゆるシンバルのこういうフェルトをプッと渡したら、これいいっすねって、それがいいんだったらこれどうって言って出したら超気に入っててつてさんこれどうで売ってんすかって楽器屋さんのドラムコーナーに行けば売ってんじゃないかなって言って、なんか次の日いっぱい買ってきてました本当は一応ライドのねハイハットの下とかに下とか本当にジェルミュートだこれね、それすげえ硬くて硬いんだ。硬すぎて本当だ、ちょっと剥がすのにそうこの辺ちぎれてるちぎれるよねっていうのをあんまり言っていいのかな分かんないな。いや柔らかくしてくださいまあでも答えこれとこれの違いがあるからいいんですよ、そういいんですよ。それはこれもジェルミュートの類なんですけど、なんかこうオブラートのケースみたいだよね。もうちょっと本当はそのケースじゃなくてスペースジェル、もうおばあちゃんのオブラート。何これ。本当はこのサイズで6枚とかで入ってて、でもかなり効くのでいろんなサイズに切って、なるほどね、数で調整してみたいな、これ一時期一番使ってたので。ただもうレギュラーはこれ、レギュラーがそれです、でもうモデルチェンジしてから素材が変わっちゃって柔らかくなっちゃったので、そうなるよね。ので
まあなくなった時に困るから今はそんなに使ってない。なるほどね。まあ、あとこれはもうちょっとこれ見せていいのかわかんないですけど、モンジェルであるんですけど、はい。お1個になってでかっこれはずっと使わないでしまってて一個になっちゃったってんじゃなくて、車のダッシュボードに置いといたらこの状態になっちゃってなっちゃったのね。なっちゃったそうこれいいね。そういいんですよ。で一回溶けたからじゃあね、湯煎で溶かしたら溶けるかなと思って溶けたんですよ。で綺麗にしてこのサイズ感に今なってる。これないよね、この感じ。ないですよね。スネアとか結構いきそうだね。そうなんかマイネルのこういうのあるじゃないですか。ある。まあ、ちょっと丸くて面積狭いのがいいなっていうのでちょっと一応溶けるんだね、やっぱこれはちょっとなんかまあなんか金属系の重りですよね。物騒な形してますけど。これ何？なんか特殊部隊がこういうナイフのなんかモチーフのドラムのミュートなのこれ。ジェルメイトとかの上に置いて使ってます。物騒な形。ちょっとこのシェイプが縁に置くと画面邪魔しなくて。まあそうだよね。たまたま博士の人柄がするとこれカットした方がいいですこれがですね、ドラステの市川さんの奥さんが作ったっていうなんかタンバリンの多分重さ的なのを分解して一応こうなんか曲げて倍音多分調整して、これアルミの針金でこう巻きつけたりできる。ハイハットにつけたりとかね、スネアにつけたりとか。なんかスネアでミュートして倍音減りすぎちゃう時にこれでミュートするとこうなんか別の倍音が足されて、なんかマイクと通した時にちょうどいいハイが出てきたりみたいな。スナッピー感の別の成分が足されるみたいな。なんかこうテッドのヘッドとこうなんか面白いよね。みんな今ガチャガチャみんな乗っけてやってる人多い。お、来たよ。これはミュートの山。ミュートの山。いろいろあるよね。いろいろある。これとかね。それから朝倉のね。細っ。これポンタさんのスネアについてる。そうだよね。こういうドット系の。ドットもね。結構使う？最近使わなくない？使わないですね。あんまりアタックパッドを使って撮るっていう流行りはもう落ち着いたよね。落ち着いてますね。録音の場合は。なんか僕もこれも実際貼るっていうよりも乗っけてテープで留めるぐらいで使ってたぐらい。ライブの現場ではまだそのアタックパッドは使うけども、耐久戦の逆にあれで出るアタックを PA の方で削ったりしてるからね。そう。まあってな感じですかね。